特に20代後半ぐらいになってくるとやっぱ満足できない、今までの教えてもらった価値観ではどうしても行き詰まってしまう、はい、俺はそうだったかなっていうことだから。 Me too、だから今までのものじゃない何かを求めて家にあった本を開いたりとかしたわけだ。何かあると期待して人間革命を読んでみたっていう感じね。いや本当に良かったと思いますね。僕は家にあってその本がなんか今のまんまサムネに使えそう。人生が積んだので人間革命を開いてみたみたいな。ああ、そのサムネでいきますか。でもごめんコモトとはいえね、とはいえ、やっぱりこう幹部の方でもね、会の方でもそれはやっぱ虎先生とか池田先生だから分かったようなことであって、ちょっと自分にはちょっと凡人なんで、ちょっとそれは虎先生だからできたんじゃないとか、池田先生だからできたんじゃないっていうふうに思ってる人は大変だと。まあよくありがちな解釈ですよね。誰でも感じ取れるんだと。僕ね、その考え方すごく嫌いなタイプ。あの人だからってことです、あの人だからできるとかできないとか、自分には恐れ多いとか。いやもちろんそれ謙遜の意味で言ってんのはいいですけど、いや人だから。謙遜な感じで、いやいや自分なんてバカには無理ですよガハハってじゃあダメなんですよ。じゃあなんで今できないんだろう、俺もなりたいみたいな、なんでそういう風にならないんだろうなって、すごい言い訳にしか聞こえないから、僕はあんまそうやって言う人好きくないんだよね。山本君はそういう土台にいるんで素晴らしいと思いますけど、いやそういう姿勢でやっぱつかめないですよね。なんか座談会でちょっと笑っちゃったけど、筑部長さんが筑部長さん込みでディスカッションみたいなことやってる時に、いや新人素晴らしいですよねって話をするわけですよ。で、筑部長さんもこの新人やってやっぱ幸福になったというか、そういうのがこうあるわけですよねってこうストーリーを聞きたいと思ってさ、そしたらなんかいやいや不幸になったかはははとかって笑ってさどういうことよ。アイスブレイクしたかったか知らんけど、いやあかんのんちゃうって思いますよね。アイスブレイクで完全に生命ブレイクしてますやん。どういう意味合いで言ったのか分かんないけど、そういう謙遜なのかなんか冗談っぽくなんかそう冗談でもそういうことはあんま良くないのかなっていうふうに思ってました。ちょっとミスったね。まあだからまあ謙遜で、自分を落とすようなことはちょっと、創価学会員としてはちょっと違うなっていうところですね。でもこれは俺個人で言ってるわけじゃなくて、もう次あるところに書かれてますんで進んでいきましょうよ。はいはい。末法の悟りとはご本尊への確信。須田、そういえば以前に語られた戸田先生の獄中の悟りに関して、読者の方から私たちも悟れるのでしょうかという質問を受けました。池田、悟りというと前世がわかるとか未来世が見えるとか何か神秘的なことを思い浮かべるようだが、決してそうではない。そんなことを軽々しく言う人はまやかしと思って間違いない。戸田先生はおっしゃっていた。末法の悟りとは何か。それはご本尊を信じきるということだと。どんなことがあってもご本尊を疑わない。一途に信じきっていく。これが末法の悟りです。信心即悟りなんです。例えばある人は家庭のことで悩み、自分より不幸な人はいないと思い悶々と暮らしていた。そして周囲を恨み愚痴ばかりこぼしていた。しかし信心に目覚め仏法を学ぶことによって不幸の原因は自分にあることを知った。そして自分の人間革命に挑戦し、信心が深まり境外が深まるにつれ見事に悩みを解決することができた。その体験を通して自分の一年が変われば一切が変わることをつかんだ。一年3000です。これも立派な悟りではないだろうか。須田、そのような例は実際にたくさんあります。無数と言っていいかもしれません。池田、もちろん虎先生には虎先生の不可思議の境地があられた。しかしそれは誰よりも強いご本尊への絶対の確信と一体だったのです。大確信そのものだったのです。ということでね、悟り、人間革命、いろんな段階はありますよですよね。それも一つの人間革命だし悟りだしっていうことで、でこの永遠の生命っていうものを悟ることに関してはやっぱこれでも言われてる通りにやっぱり騙されたと思ってるって感じで、ご本尊を信じきるってやつね。これ信じきるってどういうことかって言ったら、もう抵抗しないってことですよね。抵抗したんですよ人間って、こうなんか体が勝手に、もう抵抗をやめてご本尊に身を委ねるっていう、委ね切るという感覚ですよこれ。ご本尊を信じきるっていうのは、それをその状態で題目を続けていく中で何かが見えてくる。
ぜひやってみてくださいですね。もうお題目のハウトゥーですか。ハウトゥーでございます。ああ、題目にもやっぱコツがあると思いますんで、なるほどね。はい、だって物価なんて言っても永遠の生命なんて言っても分かんないじゃん、ボンプは。わかんないわかんない。だからそれを表現されてるっていう本当にされてるって騙されたと思って信じてやってみるってことですよ。それでこのことねってなるわけだ。ボンプが頭で考えようとしてもダメだよって話ですよこれ。なるほどね。言いましょうか。はい。仏の眼で見た生死の本質とは。遠藤寿量本の話の続きです。久遠の仏がさまざまな姿を現し衆生を導いていけるのは、仏が三界の姿をありのままに知見している如来如実知見からだと説かれています。斉藤、三界とは迷いの衆生が生きる現実世界のことですね。池田如来如実知見、あらゆるものの本当の姿を見抜く仏の知恵です。この知恵があるゆえに衆生の機根に応じて自在に教えを説けるのです。さあそこでその知恵の眼から見た生死の本質とは何か、それが次に述べられている。斉藤、はい。生死のもしは体、もしは質あることなく、また財政および滅度のものなくのもんですね。三界には生も死もない。退くことも現れることもない。したがって世にあるものと滅度したものの区別もないと。須田、生命の成就を犯したものと思います。私たちの常識では生はこの世に現れることであり、死はそこから退くこととしか見えないわけですが、仏の眼から見れば生命は永遠成就であり、生死はその永遠の生命の変化層でしかないわけです。池田、そう。ただし生と死はないというのは生命の成就の側面を強調しているわけです。その面だけにとらわれるとある意味で抽象論になってしまう。生と死があるのは人生の現実だからです。その現実から逃避しては関連論になる。大聖人はもう一歩深く、自身発祥の大地を生じ生じと巡りゆくなりと仰せです。妙法に根ざした生と死は発祥の大地、すなわち永遠成就の大生命を舞台としたドラマなのです。ドラマを演じていると思えば楽しいでしょう。生と死が苦しみでなく楽しみになる。生も歓喜、死も歓喜となっていくのです。妙法は生死の苦しみを乗り越える大良薬です。寿量本に是公老薬、この良き良薬とあります。法のため友のために来る日も来る日も心を使い体を使い切っている学会の同志は永遠にわたる生命の外貨の軌道を歩んでいるのです。斉藤、この信心に生き抜けることがどれほど尊くありがたいかですね。この法華経だけを見ると生死の面白たいっていうところだけ見ると、生と死はないっていうことを言ってるから、どんどん超越した感じに捉えちゃう末法の人間はって話ですね。まあそうですね。正法の人間だとなんとなく感じ取れるわけですから、末法に生きる我々だと大聖人のこの生死生死と巡りゆくっていう説明があって初めて生と死はないっていうような意味合いの何を言わんとしてるかがつかめるようになるってことですよ。巡りゆくからですよ、生と死。現実世界そうですもんね。生と死はあるんで、循環してますよね。その上で生と死はないっていうようなことを言ってると、なんのこっちゃいう話を掘り下げていく。生も歓喜、死も歓喜のドラマ。須田、素晴らしき生死のドラマ。学会には無数の実例があります。私の知人の義理の祖母の方の体験を聞きました。そのご夫婦は1993年平成5年に76歳で逝去されましたが、8人の子供、その配偶者、孫、ひ孫、総計37人の一族の方たちの承代に送られて亡くなられています。皆、区幹部をはじめ、本部や支部、地区等で活躍しており、集まればそのまま支部幹部会ができるようなご一族です。遠藤、そのおばあちゃん自身のご兄弟や親戚はいらっしゃるんですか？須田、いや、若い時に両親も兄弟もなくし、郷里を離れて天涯孤独だったようです。戦前から戦後にかけて2人の夫に先立たれ、
子供も相次いで失いました。残された子供たちを抱え、1956年昭和31年に入会したのです。がんの克服を通して信心の確信をつかまれたそうです。私の知人はその孫娘の夫にあたるのですが、皆がそのおばあちゃんを山のような存在に例えていたようです。どんな宿命の嵐にも微動だにしない不動の信心を貫かれました。生活が苦しくて子供たちの間で愚痴が出た時は決まってこう言われたそうです。お腹がいっぱいになったら本当の信心なんてできなくなるかもしれないよ。いろいろ苦労があるからこそ真剣に活動に励めるんじゃないか。それを感謝しなきゃと。家業を軌道に乗せ、東京港区白金を中心に子供たち全員に家を持たせ、晩年は地区幹事、地区副婦人部長として尺服を楽しみながら活動されたそうです。御所の一節がポンポンと口をついて出てくる。中でもとても好みはいたずらに山野の土となるべし。惜しみても何かせん、惜しむとも惜しみとぐべからず。人久しといえども100年には過ぎず。その間のことはただ一睡の夢ぞかし。との一節がお好きだったようですね。ご本尊にいただいた寿命だもの。遠藤、私も東京杉並区で婦人部として活躍されてきた方の体験談を聞きました。その方は1996年平成8年10月に亡くなられたのですが、葬儀には地域の老人会や商店街の方をはじめ360人以上の参列者が来られたそうです。特別な社会的肩書きもない団地住まいの84歳のおばあさんの葬儀としては異例のことです。周囲で話題になりました。この方も女手一つで4人の娘さんを育てたのですが、ご本人は7ヶ月の未熟児で生まれ、体重は 40kg を超えたことがない体だったようです。晩年は 28kg。それでもはつらつとしていて、娘さんもうちのおばあちゃんとは呼べず、うちの母がと言っていたといいます。ご本人は、私はこんなに生きられる体じゃない、ご本尊にいただいた寿命だものというのが口癖で、10年前にがんの疑いがあって入院した時も全部ご本尊に任せています、使命があれば治りますと正代をし抜いておられたようです。仕事を退職されてからは地域の老人会活動に取り組み、人のために行動することが楽しみで全然苦にならなかったようです。それで地域の方に信頼が厚かったのですね。遠藤、地区幹事としてコツコツと戦い、毎月1部以上の政教新聞啓蒙を欠かさなかったようです。亡くなられる時も久しぶりに4人のお子さんたちと出かけるということで、前日に美容院に行かれ、その当日の朝、家族が部屋に行くと静かに息を引き取られていたそうです。ベッドの上に正座し、そのままうつ伏せになって何の苦しみもなく目をつぶられていたといいます。皮膚も艶やかで、駆けつけた医者もこういう死に方をしたいものだと語ったそうです。葬儀は5日後に行われたのですが、顔もピンク色で日ごとに若くなり、参列した信心していない方たちからもやはり信仰の力は違うという感想が寄せられたようです。自分のおばあちゃんも支部婦人部長されていたみたいで、自分はもう小学生とかだったか分かんなかったけど、亡くなられて、その時の葬儀で本当たくさん人が来たから、すごいなとは思ってた記憶はあります。今思えばね、いろんな人を支えてたんだろうなっていうふうに思うんですけどね。感慨深いですね。今世で仏の教会を開き固める。池田、こういう方々が学会を支えてくださっているのです。また本当の法華経の実践者です。尊いことです。模範です。こういう方々が学会には数限りなくおられる。先ほどのご聖訓に人久しといえども100年には過ぎずとあったが、その通りです。ここにいる人は100年経ったら皆いなくなるんだよと戸田先生もよくおっしゃっていた。この世は一睡の夢です。長命だ短命だと言っても永遠から見れば何の差もない寿命の長短ではありません。どう生きたかです。何をしたかです。どう自分の境涯を変えたのか、
どれだけ人々を幸福にしたのかです。今世で仏の境外を開き固めた人はそれが永遠に続く。この一生で永遠が決まるのです。それが一生成仏です。斉藤、たとえ短命であっても普及の人生になれるということですね。池田、そうです。その上で私は全同志に健康で長生きしていただきたい。寿量本に教師寿命、さらに寿命をたまえとある。寿命とは生命力です。ご本尊からさらに偉大な生命力を賜って生きて生き抜くのです。それが寿量本です。命を若々しくする秘宝です。斉藤、確かに寿命を延ばした人もたくさんおられます。入会前に医者からあなたは長生きできないねと言われたほど病弱だったご婦人が信心したおかげで健康になり、100歳を過ぎた今でも元気に座談会に出てこられていた。そういった医者の方がとっくに亡くなってしまった。そういう方がおられました。池田、人生の年輪を重ねるごとに心がいよいよ若さを増していく。常にさあこれからだと力強く前進する。これが真の健康です。本当の長寿です。高専ルフのために生き抜こうという人は必ずそうなれるのです。そのための信心です。健康って機嫌がいいことというか歓喜じゃないのかなと思ってるんで、機嫌が悪いとか邪気まとってるような人っていうのはやっぱ不健康って言えるんじゃないのかなと思うんですよね。いくら若くても。体の状態だけじゃないですよね、その境外も含めて健康、心身とはよう言ったもんですよね、本当に意味での健康になっていくんですよと。はい、健康にも本当はみんな興味持ってるはずですよ、全人類。そりゃそうですよね。健康のなる方法なのになかなか求めようとしない、偏見でこれを伝えていかないといけないですね。体を痛めることはするけどね。酒、タバコ、暴飲暴食、ドキッとした方いっぱいいると思います真の健康をつかむ信心でございます。はい、続いて、未来の人々を救うメッセージ。遠藤、寿量本のあらましですが、久遠の釈尊の過去の成就が説かれたところまで述べてきました。寿量本では次に仏が未来においても成就することが明かされていきます。すなわち私が元菩薩の道を実践して成就した寿命は今なお尽きていない。さらに500人天号に倍して続くであろうと述べられています。斉藤、未来に向けてのメッセージですね。市場を救うという観点から言えば、過去よりもむしろ未来の方に寿量本の本意があります。大聖人は寿量本はもっぱら釈尊滅後の市場のため、中んずく末法のために説かれたと仰せです。ただ過去を説いているのは成仏の本源に遡る意味があるのではないでしょうか。池田、そうかもしれない。仏の生命の根源の姿を示してこそ生死に苦しむ未来の人々を救えるからです。その一番の本源を示唆するのが今の我本行菩薩道、我は元菩薩の道を行じてのもんだね。斉藤、久遠における釈尊の成仏には成仏した本因があったということです。ここを深く極めると大聖人の門弟仏法に入ってきます。須田大聖人は開目章で1年3000の訪問はただ法華経の本門寿量本の門の底に沈めたりと仰せられています。では寿量本のどの門の底なのか、古来いろいろと議論されてきました。日韓上人はこの我本行菩薩道の門の底に沈められていると明快に述べられています。池田、そうだね。永遠の大生命を自覚した仏の不可思議な境地を天台は1年3000として表現した。その1年3000も寿量本を魂とします。ただ寿量本では釈尊の成仏後本願の不可思議な姿をもって永遠の生命を示した。これが本願妙です。しかし問題は現実の人間がどうしたら永遠の大生命を自覚できるかです。それを説くのが大聖人の本因妙の仏法です。その点についても後に掘り下げる機会があるでしょう。須田、ところで仏が成就不滅であり未来も成就するのであれば仏はなぜ入滅するのかという問題が生じてきます。経文ではもし仏が入滅しなければ衆生は
仏にいつでも会えると思い、仏を求め尊敬する心を持とうとせず怠慢になってしまう。そのために仏はあえて方便として入滅すると説いています。方便現涅槃、方便もて涅槃を現ずの教えです。斉藤、これについてもまた論じていただくことになると思います。ともあれ、持量本は一切経の魂です。仏法とは何か、何を説いたのか、その答えが持量本にあります。池田、そう、日蓮大聖人は一切経の中にこの受領本がなかったならば、天に太陽と月がないようなものであり、国に大王がなく、山河に宝珠がなく、人に魂がないようなものであると言われている。受領本を学ぶことは仏法の真髄を学ぶことであり、生命の真髄を学ぶことであり、自分自身の真実の姿を学ぶことなのです。それが分からなければ何をやっても根本は無明です。迷いであり苦しみです。まさに天に太陽と月がない暗黒の世界です。そこに希望の太陽を昇らせるのが受領本です。それを人間革命という。遠藤、本章の冒頭に紹介したキューブラ・ロス女子はこうも書いています。自分自身を癒さない限り世の中を癒すことはできません。手遅れになる前にこの世界を癒さなくてはなりません。そして世界を癒すためにはまず自分自身を癒さなくてはならないのです。どうかこのことを胸に刻んでくださいと。人間革命の世紀へ。池田、その通りです。世界を変えるためには自分自身が変わらなければならない。その変えるべき根本は生命観にある、生じ観にある、自分観にある。この生じという問題に根本の指針を与えるのが法華経の受領本です。一般論としても永遠の何かを信じることが人間をより人間らしくする。内村勘三だったか、私は健全なる来世観ほど人を偉大になすものはないと思いますと言っている。そうでしょう。人生はこの世限りと思っていては本当に深い人生を生きることはできないのではないだろうか。永遠性を知らなければ根底が刹那的になる。例えて言えば浅瀬を泳いでいるようなものです。赤ちゃんが夏にビニール製のプールで遊んでいる。赤ちゃんのうちはそれでいいかもしれないが、小学生になり本物のプールを知ればそれでは満足できなくなる。さらに海で泳ぐ喜びを知ればいくら波のあるプールでも物足りなくなる。人生も同じです。自分の中に広がる生命の大海に目覚めてこそ本当に充実した大いなる人生を生きられるのです。今人々はいよいよ生と死を見つめ始めた。人間を見つめ始めた。21世紀への帯同です。生命の世紀とは人間革命の世紀です。受領本の永遠の生命を根底にした大文明が花開く世紀なのです。はい、ということで、やっぱね、高校生ぐらいまでは今の学校生活が楽しいとかで、満足できているところもあるかもしれないけども、やっぱ社会に出たりとか特に20代後半ぐらいになってくるとやっぱ満足できない。今までの教えてもらった価値観ではどうしても行き詰まってしまう、俺はそうだったかなっていうことだから。 Me too、だから今までのものじゃない何かを求めて家にあった本を開いたりとかしたわけだ。ゲラ大作全集ですね、何かあると期待して人間革命とかを読んでみたっていう感じでね。いや本当に良かったと思いますね。僕は家にあってその本がなんか今のまんまサムネに使えそう。人生が積んだので人間革命を開いてみたみたいなそのサムネいきますか最後におっしゃってた通りなんですよね。今の泳いでる環境が狭いと思うんであれば、ぜひ受領本を学んでくださいということですね。でもこれすごい社会的にもよう言いません？最近ミッドライフクライシスとかよく聞きますけど、ここじゃない？そうですよね。なんかこう人生、ある程度その社会人出てそこそこ仕事もできるようになったけど、なんかよくわからなくなってきたみたいな声って結構聞くじゃないですか、実際うちの会社にもいるんですけど、そういうのどうしようみたいな、なんだかなこのままやっててもなんだかなっていう、なんだかなってなんだよって思いながらも、結構聞くんで、受領本大事？本当は求めてるんだよ。そうだね、そうなんだよね。
新たな気づいちゃってるもん。今までのではノットサティスファクションなんですよね。サティスファクション。満足できないので、満足できる何かを探して日々さすらっているっていうのが人間でございますよ。おう、ロックンロール。キリスト教風に言うんだったら迷える子羊ってやつね。何迷える子羊で、ああ、迷える子羊ね。そういった意味合いがあるんじゃないのかなと思うんですけど。なるほど。ジローフォンを学んでください。だけどいきなりジローフォンを学ぶとややことになります。そういうことね。1話から見てくださいね。法華経第1から。順番大事。いきなりぶっ飛ぶとろくなことない。ということで今回の内容はこれジローフォンがいかに大事かっていうことが書かれていて、まあ序本みたいなところでしたね。はい。もっともっと具体的なところへは来週行きます。はい。あぜんおつもと。